それでは皆さん、一度深い深呼吸をしていきましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から大きく息を吐き出して、気持ちよく大きな呼吸を続けていきます。銀河鉄道の夜、ごと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 。汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標。その大きなものの上には、赤い点々を打った測量旗も見え、野原の果ては、それから一面、たくさんたくさん集まって、ぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々さまざまの形のぼんやりしたのろしのようなものが、変わる変わるきれいな気境色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通ったきれいな風は、バラの匂いでいっぱいでした。いかがですか？こういうリンゴは初めてでしょ？向こうの席の灯台館主が、いつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。おや、どっから来たのですか？立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか？青年は本当にびっくりしたらしく、灯台館主の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり、首を曲げたりしながら、我を忘れて眺めていました。いや、まあ、お取りください。どうか、まあ、お取りください。青年は一つ取って、ジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ、向こうの坊ちゃん方、いかがですか？お取りください。ジョバンニは、坊ちゃんと言われたので、少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラは、ありがとうと言いました。すると青年は、自分で取って、一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立って、ありがとうと言いました。灯台館主は、やっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか？こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺りではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折れはしません。大抵自分の望む種さえまけば、一人でにどんどんできます。米だってパシフィックあたりのように殻もないし、10倍も大きくて匂いもいいのです。けれども、あなた方のいらっしゃる方なら、農業はもうありません。リンゴだって、お菓子だって、
カスが少しもありませんから、みんな、その人その人によって違ったわずかのいい香りになって、毛穴から散らけてしまうのです。にわかに男の子がぱっちり目を開いていました。ああ、僕今、お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるところにいてね、僕の方を見て、手を出して、ニコニコ、ニコニコ笑ったよ。僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうか。言ったら、目が覚めちゃった。ああ、ここ、さっきの汽車の中だね。そのリンゴがそこにあります。このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。ありがとうおじさん。おや、カオル姉さん、まだ寝てるね。僕起こしてやろう。姉さん、ごらん、リンゴをもらったよ。起きてごらん。姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるように、もうそれを食べていました。また、せっかく剥いた、そのきれいな皮も、くるくるコルク抜きのような形になって、床へ落ちるまでの間には、スーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい。その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって、何とも言えず、きれいな音色が溶けるように、しみるように、風につれて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を振るうようにしました。黙ってその譜を聞いていると、そこらに一面、黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめていくように思われました。まあ、あのカラス、カンパネルラの隣の香りと呼ばれた女の子が叫びました。カラスでない。みんなカササギだ。カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。まったく河原の青白い明かりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になって止まって、じっと川の尾行を受けているのでした。カササギですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時、汽車のずーっと後ろの方から、聞き慣れた
賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立っていっぺんそっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンカチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれども、いつともなく、誰ともなく、その歌は歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音も、もう汽車の響きや風の音にすり減らされて、ずーっとかすかになりました。あ、クジャクがいるよ。ええ、たくさんいたわ。女の子が答えました。ジョバンニは、その小さく小さくなって、今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上に、さっさと青白く、時々光って、そのクジャクが羽を広げたり、閉じたりする光の反射を見ました。そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。カンパネルラがカオル子に言いました。ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして思わず、カンパネルラ、ここからはね、降りて遊んでいこうよ、と怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は二つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に高い高い櫓が一つ組まれて、その上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にざーっと雨のような音がして、何か真っ暗なものが幾塊も幾塊も鉄砲玉のように川の向こうへ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい美しい桔梗色のがらんとした空の下を実に何万という小さな鳥どもが幾組も幾組もめいめいせわしくせわしく鳴いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな
ジョバンニが窓の外で言いました。ドラ、カンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上のゆるい服の男は、にわかに赤い旗を上げて、狂気のように振り動かしました。すると、ピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時に、ピシャンという潰れたような音が、川下の方で鳴って、それからしばらく、シーンとしました。と思ったら、あの赤帽の信号手が、また青い旗を振って叫んでいたのです。今こそ渡れ渡り鳥。今こそ渡れ渡り鳥。その声もはっきり聞こえました。それと一緒に、また、幾万という鳥の群れが、空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓から、あの女の子が顔を出して、美しい頬を輝かせながら、空を仰ぎました。まあ、この鳥、たくさんですわね。あらまあ、空のきれいなこと。女の子はジョバンニに話しかけました。けれどもジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人、鳥へ教えてるんでしょうか。女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。渡り鳥へ信号しているんです。きっとどこからかのろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらかったので、黙ってこらえて、そのまま立って口笛を吹いていました。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずーっと向こうに、まるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを鎮めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにして、そっちの方を見ました。ああ、本当に、どこまでも、どこまでも、僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだって、あんな女の子と面白そうに話している。僕は本当につらいな。ジョバンニの目は、また涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったように、ぼんやり白く見えるだけでした。その時記者は
だんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の岸が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな苞が赤い毛を吐いて真珠のような実をちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増やしてきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、露がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれ、トウモロコシだね、とジョバンニに言いました。けれども、ジョバンニは、どうしても気持ちが治りませんでしたから、ただ、ぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろうと答えました。その時汽車は、だんだん静かになって、いくつかのシグナルと点鉄機の明かりを吸い、小さな停車場に取りました。その正面の青白い時計は、かっきり第二次を示し、その振り子は風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中に、カチッカチッと正しく時を刻んでいくのでした。そして、全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てから、かすかな、かすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。まったくもう車の中ではあの黒服の竹高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないんだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ザバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星めぐりの口笛を吹きました。ええ、ええ、もうこの辺りはひどい高原ですから、後ろの方で誰か年寄りらしい人の
今目が覚めたという風で、はきはき話している声がしました。トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいて、そこへ巻かないと生えないんです。そうですか。皮まではよほどありましょうかね。ええ、ええ。皮までは2000尺から6000尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう。ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をして、ジョバンニの見る方を見ているのでした。突然、トウモロコシがなくなって、大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて、一目散に汽車を追ってくるのでした。あら、インディアンですよ。インディアンですよ。ごらんなさい。黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ。あら、走ってくるわ。追いかけているんでしょう。いいえ、汽車を追っているんじゃないですよ。漁をするか、踊るかしてるんですよ。青年は、今どこにいるか忘れた、というふうに、ポケットに手を入れて立ちながら言いました。まったく、インディアンは、半分は踊っているようでした。第一、かけるにしても、足の住みようがもっと経済も取れ、本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって、素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきました。走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外紙がキラキラと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。もうこの辺りから下りです。何せ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから、容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。
空、もうだんだん早くなったでしょう。さっきの老人らしい声が言いました。どんどん、どんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄棒がかかるときは、川が明るく下にのけぞったのです。ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは、思わずほーっと叫びました。どん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 汽車は走っていきました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今まででよほど激しく流れてきたらしく、時々ちらちら光って流れているのでした。薄赤い瓦なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。あれ、何の旗だろうね。ジョバンニがやっと物を言いました。さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。ああ、橋を架けるとこじゃないんでしょうか。女の子が言いました。ああ、あれ、公平の旗だね。佳境演習をしてるんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。その時、向こう岸近くの少し下流の方で、見えない天の川の水がギラッと光って、柱のように高く跳ね上がり、どーっと激しい音がしました。葉っぱだよ、葉っぱだよ。カンパネルラは小躍りをしました。その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて、空中に放り出されて丸い輪を描いて、また水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公平怠大だ。どうだ、マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕、こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚いるんだな。この水の中に小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。あれきっと双子のお星様のお宮だよ。
男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。双子の星様のお宮ってなんだい？あたし前に何遍もお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん。双子の星様が何したっての？僕も知ってらい。双子の星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろう。そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさんお話しなすったわ。それからほうき星がギーギーふー、ギーギーふーって言ってきたね。いやだわ、たーちゃん。そうじゃないわよ。それは別の方だわ。すると、あそこに今、笛を吹いているんだろうか。今、海へ行ってら。いけないわよ。もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう。僕知ってら。僕、お話ししよう。川の向こう岸が、にわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され、見えない天の川の波も、時々ちらちら針のように赤く光りました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火が燃やされ、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな空をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになって、その火は燃えているのでした。あれは何の火だろう。あんな赤く光る火は何を燃やせばできるんだろう。ジョバンニが言いました。サソリの火だな。カンパネルラがまた地図と首ピケをして答えました。あら、サソリの火のことなら、あたし知ってるわ。サソリの火ってなんだい？ジョバンニが聞きました。サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって、あたし何遍もお父さんから聞いたわ。サソリって虫だろ？ええ、サソリは虫よ。だけど、いい虫だわ。サソリ、いい虫じゃないよ。僕、博物館でアルコールにつけてあるの見た。尾に、こんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。すると、ある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がられないので、サソリは溺れ始めたのよ。その時サソリはこう言ってお祈りしたというの。
ああ、私は今までいくつもの命を取ったかわからない。そしてその私が今度イタチに取られようとしたときは、あんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びただろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には誠のみんなの幸いのために私の体をお使いください。って言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。本当にあの日だわ。そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。ジョバンニは全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして本当にその真っ赤な美しいサソリの火は音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えずに賑やかな様々の額の根や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。ケンタウル、つゆを降らせ、いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマスツリーのように真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千のホタルでも集めたようについていました。ああ、そうだ。今夜、ケンタウル祭りだね。ああ、ここはケンタウルの村だよ。カンパニルラがすぐ言いました。ボール投げなら僕決して外さない。男の子が大威張りで言いました。もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。僕も少し汽車へ乗っているんだよ。男の子が言いました。カンパニルラの隣の女の子は、そわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。ここで降りなきゃいけないのです。青年はきちっと口を結んで、男の子を見下ろしながら言いました。いやだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。ジョバンニがこらえかねて言いました。僕たちと一緒に乗って行こう。
僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。だけど私たち、もうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。女の子が寂しそうに言いました。天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだね。そんな神様、嘘の神様だい。あなたの神様、嘘の神様よ。そうじゃないよ。あなたの神様ってどんな神様ですか？青年は笑いながら言いました。僕本当はよく知りません。けれども、そんなんでなしに、本当のたった一人の神様です。本当の神様はもちろんたった一人です。ああ、そんなんでなしにたった一人の本当の神様です。だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。青年はつつましく両手を組みました。女の子もちょうどその通りにしました。みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。さあ、もう支度はいいんですか？次期サウザンクロスですから。ああ、その時でした。見えない天の川のずーっと川下に、青や橙や、もうあらゆる光で散りばめられた十字架が、まるで一本の木というふうに川の中から立って輝き、その上には青白い雲が丸い岩になって五光のようにかかっているのでした。汽車の中がまるでざわざわしました。みんなあの北の十字のようにまっすぐに立ってお祈りを始めました。あっちにもこっちにも子供がウリに飛びついた時のような喜びの声や、なんとも言いようない深いつつましいため息の音ばかり聞こえました。そして、だんだん十字架は窓の正面になり、あのリンゴの肉のような青白い輪の雲も、緩やかに緩やかに巡っているのが見えました。ハレルヤ、ハレルヤ。明るく楽しくみんなの声は響き、みんなはその空の遠くから、冷たい空の遠くから、透き通った何とも言えず爽やかなラッパの声を聞きました。そしてたくさんのシグナルや電灯の明かりの中を、汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架のちょうど真向かいに行って、すっかり止まりました。さあ、降りるんですよ。青年は男の子の手を引き、だんだん向こうの出口の方へ歩き出しました。じゃあさよなら。女の子が振り返って二人に言いました。さよなら。ジョバンニはまるで
泣き出したいのをこらえて、怒ったようにぶっきり棒に言いました。女の子はいかにも辛そうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにがらんとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時はもうガラスの予備子は鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ただたくさんのくるみの木が葉をさんさんと光らして、その霧の中に立ち、金の円光を持った電気リスがかわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。その時、スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして二人がその証の前を通っていくときは、その小さな豆色の火は、ちょうど挨拶でもするかのようにポカッと消え、二人が過ぎていくとまたつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。ジョバンニはあーっと深く息をしました。カンパネルラ、また僕たち二人っきりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか100遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。けれども、本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふーっと息をしながら言いました。あ、あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら天の川のひととこを指しました。ジョバンニはそっちを見て、まるでギクッとしてしまいました。天の川のひととこに大きな真っ黒な穴がドボンと開いているのです。その底は
どれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。ああ、きっと行くよ。ああ、あそこの野原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あ、あそこにいるの、僕のお母さんだよ。カンパネルラは、にわかに窓の遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかり。どうしてもカンパネルラが言ったように思われませんでした。なんとも言えず寂しい気がして、ぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に二本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕木を連ねて立っていました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席に、もうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかり光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように跳ね起きました。街はすっかりさっきの通りに下でたくさんの明かりを綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりも熱したという風でした。そしてたった今、夢で歩いた天の川も、やっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり、真っ暗な南の地平線の上では、ことに煙ったようになって、その右にはさそり座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは一産に丘を走って下りました。まだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが胸いっぱいに思い出されたのです。どんどん黒い松の林の中を通って、それからほの白い牧場の柵を回って、さっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ました。そこには誰かが今帰ったらしく、さっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけて置いてありました。こんばんは、ジョバンニは叫びました。はい、
白い太いズボンを履いた人がすぐ出てきて立ちました。何のご用ですか？今日、牛乳が僕のところへ来なかったのですが。ああ、すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って、一本の牛乳瓶を持ってきて、ジョバンニに渡しながら、また言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎ、うっかりして、格子の柵を開けておいたもんですから。大将早速、親牛のところへ行って、半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。そうですか。ではいただいていきます。ええ、どうもすみませんでした。いいえ。ジョバンニはまだ熱い父の瓶を両方の手のひらで包むように持って、牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って、大通りへ出て、またしばらく行きますと、道は十文字になって、その右手の方、通りの外れに、さっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が、夜の空にぼんやり立っていました。ところが、その十字になった街角や店の前に、女たちが七八人ぐらいずつ集まって、橋の方を見ながら何かひそひそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。ジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。そしていきなり近くの人たちへ、何かあったんですかと叫ぶように聞きました。子供が水へ落ちたんですよ。一人が言いますと、その人たちは一斉にジョバンニの方を見ました。ジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで、川が見えませんでした。白い服を着た巡査も出ていました。ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように、下の広い河原へ降りました。その河原の水際に沿って、たくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が7つ8つ動いていました。その真ん中をもうカラスウリの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした。河原の一番下流の方へ巣のようになって出たところに、人の集まりがくっきり真っ黒に立っていました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。マルソがジョバンニに走り寄ってきました。ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。どうして？いつ？ザネリがね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時、船が揺れたもんだから、水へ落っこったろう。すると、カンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。
そしてザネリを船の方へ押して起こした。ザネリは加藤に捕まった。けれども、あとカンパネルラが見えないんだ。みんな探してるんだろう。ああ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。ジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きました。そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着てまっすぐに立って右手に持った時計をじっと見つめていたのです。みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。ジョバンニはワク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 足が震えました。魚を取るときのアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えました。下流の方は川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。ジョバンニはそのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方なかったのです。けれどもみんなはまだどこかの波の間から僕ずいぶん泳いだぞと言いながらカンパネルラが出てくるか、あるいはカンパネルラがどこかの人の知らない巣にでもついて立っていて誰かの来るのを待っているのかというような気がして仕方ならないらしいのでした。けれどもにわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。ジョバンニは思わず駆け寄って博士の前に立って、僕はカンパネルラの言った方を知っています。僕はカンパネルラと一緒に歩いていたのです。と言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。すると博士は、ジョバンニが挨拶に来たとでも思ったものですから、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、あなたはジョバンニさんでしたね。どうも、今晩はありがとう。と丁寧に言いました。ジョバンニは何も言えずに、ただお辞儀をしました。あなたのお父さんはもう帰っていますか？博士は固く時計を握ったまま聞きました。いいえ、ジョバンニはかすかに頭を振りました。どうしたのかな。僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃なんだか、船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日放課後、皆さんと家へ遊びに来てくださいね。そう言いながら、博士はまた川下の銀河のいっぱいに移った方へじっと目を送りました。ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっ
ぱいで、何にも言えずに博士の前を離れて、早くお母さんに牛乳を持って行って、お父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。それでは皆さん、おやすみなさい。